一番奥に飾ってあるお二人ですね。これを森田くんにちょっと紹介。これ J アダムスです。 J アダムスで、続いて下がこちらが日本のスケートボードの礎になった方で、秋山さんと一緒に日本の基礎を築いてくれた西岡正則さん。西岡さんです。通称テービルマン。このお店をね FESN ラボラトリーを始める一番のきっかけは J アダムスさんと西岡さんのスケートを知ることで、このお店のイマジネーションができたっていうか、J アダムスに関しては俺は現役時代も知らないし、本物を見たこともないし、理解できなかったの若い頃、ただプールで滑ってる人って感じだし、あとまあなんかとにかくすごい人だっていうことしか知らなくて、で自分で実際すごい人っていう認識も正直あんまりなくて、だけどそのだんだんその温故知新みたいなね、なんかその自分の中でスケボーをこう深く掘り下げていった時に J に関しては絶対にこの人に行くんだよね。この人の話題になってしまう。昔のスケートを調べると。で日本も一緒で、自分が知れば知るほどこの西岡さんになってっちゃったので、西岡さんの場合は2014年まで、お二人2014年の西岡さんは7月23日に亡くなってて、で J アダムスさんは8月15日に亡くなってる。で西岡さんは自分はその生前西岡さんが生きている前にすごくこういろいろとお話も聞けたし、こうなんていうの、いろんなことを教えてもらえたのね。で西岡さんに J アダムスのことも、西岡さんの知ってる J についてっていうのも自分は聞いたんで、ちょうどその時に自分がクルーザーっていうものをやり始めて傾倒してってた時だったから、そのオーリーのないスケートっていうのにすごいこう興味があって、で J が活躍してた時、西岡さんが現役で活躍してた時って2人ともやっぱオーリーがない時代のプロスケーターなんで、そうすると自分が今目指してるっていうか、自分が今研究してるっていうか、自分がすごく興味がある対象が、そのオーリーっていうものにあんまりこう影響されてないスケートを探してたから、そうしたらこの2人のスケーターに自分は行き着いて、でまあこのお店を一番にやるきっかけになったっていうのが、西岡さんから教えてもらったこのボードなんだよね。これ皆さん分かりますでしょうか。これ西岡さんが実際使ってたボードさだそうです。なんかこのデコボコしてんのとか、普通こういうのってないっすね。サービンのデッキパッドを貼ってでカスタムしてるんだけど、なんかね、普通のグリップテープと全然違うじゃん。これ触ってみると分かるけど、グリップテープよりももうちょいなんか粗さがなくてツルツルですね。一応まあ抵抗はある。これとかカスタムっすね。完全なカスタム。西岡さんが自分のために乗りやすいように研究した結果が出てますね。これ見た時に一気にスケートのイマジネーションというか、スケートボードのイマジネーションがもう変わったのね。自分が見たことないようなそのなんていうんだろう、カスタマイズされたスケボーで、あともうこれってその裸足で乗るためのスケボーなんだ。靴を履かないスケボーなのね。だからここのところが盛り上がってんのとかは、足のこのなんていうの、土踏まずのところをここで踏みつけてっていう感じなので、ここのところ盛り上がってんのも指でここをロックしたりとか、だからそのこれは乗りやすい乗りづらいとかじゃなくて、そのいいようにスケートボードもいいように自分がイメージしてるスケートボードを作ればいいんだっていうのをなんか先輩から教わったっていう感じで、で J とかもそうだけど、やっぱり J アダムスのスケート、まあ自分がねこれ合ってるかどうか分かんないよ。ただその
西岡さんに聞いて、なんで J アダムスがそんなにすごいんですか、なんで J アダムスだけが神とされるっていうか、スケートボードの上で、歴史の上で何がそんな J アダムスがすごかったんですかって西岡さんに聞いたことがあって、そしたら西岡さんが言ったのは、 J はね発想だよって言ったの。 J アダムスの発想の上に現代のスケートボードが成り立ってんだよ。例えばプールで初めにプールをエアーしようっていうよりは、プールの中から外に飛び出そうって考えた。 J がそれを考えた。それで結果的にどんなやり方でもいいから、スケートボードが空に向かって飛んでいけばいいやと思ってやり始めたのが、後にハンドプラントの原型になる手をついて板をグラブして外に出るっていう。だから完全にエアーではないけど、プールの中に手をついて板だけは外に出そうっていう発想で、それを成功したも成功しないも、それを周りのスケーターたちみんなが見ちゃったから、ああいう風にやれば失敗はこの程度で済むとか、成功しなかったとしても初めにやっちゃったから、 J が初めにそれを出しちゃったせいで、次にトライする人間がトライしやすくなっちゃった。でそのほぼ全てのことを J アダムスが最初にトライをしてるっていうんだよ。これはトニー・アルバに実際聞いたり、ステイシーに聞いたらまた違う答えが出るかもしれないから、俺は聞いた話として。ただ自分もスケボー何十年ってやってきた経験上、やっぱ最初にトライする人が俺一番すごいなと思ってて、だからもしそのことが西岡さんが言ってた発想がすごいんだよ J はっていうことは自分にはすごく理解ができて、なるほどな、じゃあ自分もクルージングっていう自分が今目指し、自分が考えているそのスケートボードをやってみようというか、最初にトライしてみよう。まだ教科書も何もできてないし、How to も何もないけど、自分が研究してったことを書き留めて記憶にちゃんと残して動画にしたり文章にしたりすることで、自分も未来のスケートに対して何か貢献できることがあったらいいなと思って、まず先輩の力を借りた。だからうちのお店では一番お店の奥深いところに西岡さんと J のこの2人の写真が飾ってあって、で西岡さんの板とJ のボードを、これ J のサインなんだけど、これ先輩から貸していただいてるものを今ここにで、自分がクルージングで昔の J の写真を見て一番インスパイアされた写真がこれ。本日はありがとうございました。